はい第1回目の質問室は、はい手スピンにさせるためにはどうやったら増えるか減るのかっていうのを詳しくはい説明していけたらなと思います。適正値はだいたい2000から3000ぐらい。皆さんこんにちは、ひがです。前です。おお願いします。はい、はいということで今日のレッスンの前に皆さんにご報告があります。はいなんと、いひがもえのステッカーができました。イエーイ、こちらです。見えるかな。キラキラしてて可愛いですよね。可愛い。はい、これはどこでゲットできるんですか？こちらはですね、はい初回スイング診断をお申し込みしていただいて、来店した際に e スイングのスタッフにステッカーくださいって言っていただければお渡ししてます。おーぜひ皆さんいいスイングはいで、初回スイング診断は概要欄に URL が貼ってありますので、そちらからお申し込みしていただけますので、はいぜひ e スイングでこちらゲットしてください。はい、はい、じゃあ早速企画の方に行きましょう。お願いします。ひがもえのお悩み相談室、イエーイ。はい、はいということでひがもえのお悩み相談室は、はい YouTube でたくさんのコメントをいただいて、そこに質問が来てますよね。はいはい、そちらについて動画で分かりやすくはい説明していこうっていうはい、企画となっております。はいはい、いつも皆さんコメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい第1回目うん、の質問室お悩み相お談悩み室室は、はいスピン量、はい飛ばすためにあたってスピン量って皆さん見てくると思うんですけど、まあ低スピンにさせるためには、適正値がどこでスピン量をどうやって減らすのかっていう質問がいくつか来てましたので、そちらについてどうやったら増えるか減るのかっていうのを詳しくはい説明していけたらなと思います。はいはい、これからも質問、コメント、コメント、いっぱい皆さんお待ちしてますので、お願いしまおす。願いします。ということで実際にレッスンの方に入っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、まずですね、はいスピン量が増えてしまう人は、原因があるんですけど、はいその原因が2個、2個ざっくり2個、はいあるんですね。はいでスピン量が増えてしまう原因は答え言っちゃいますね。もえわかる？打ち込みすぎとか。おお、一つ正解。それしかわかんない。あ、でもそれが分かってればもえは直せると思う。あーほんとドライバーなんですけど、これ、ドライバーをこう打ち込んでしまう、ダウンブローですよね、上からボールを叩いてしまうような形で振ると、スピン量がガッと上がって高い球になってしまったり、天ぷら高く上がっただけみたいな球だったりとか、あとは右に吹けるようなスライスボールが出やすくなってしまうっていうのが一つ、であと一つ、はいっていうのはこのフェースのロフト角。ロフトって皆さんここのポンと置いた時のドライバーのこの面の角度なんですけども、当たる時にロフトが寝すぎてるっていう言い方するんですけど、寝てる状態、こういうことですね、フェースが上向いてる状態っていうのもアッパーに打っててもロフトが寝すぎるとスピン量は増えてしまうんですね。じゃあアッパーすぎてもダメみたいな感じ。そう言っちゃえばそうなんですけど、適正なアッパーブローでもフェースが寝ることはあるんですよ。なんでそういう人もやっぱスピン量は増えてしまうので、そこの2つにちょっと原因を絞って、なんでそうなってしまうかっていうのを説明していきます。はい、じゃあまずロフトからいきましょうか。はい。まず悪いスイング、アッパーだけどロフトが寝すぎてる状態っていうのをはいちょっと打ってみようかなと思いますので、はいやってみましょう。お願いします。はい。はい、こういう状態ですね、皆さんよくあるんじゃないでしょうか。こういう右にすっぽ抜けたような高い球でふわーっとどこまでいくかわからないような球っていうんですけども、これ打った時の見る数値っていうのがダイナミックロフトっていうところなんですけど、ダイナミックロフトっていうのがインパクトの瞬間のフェース面の角度が今 25.7 度ですよっていうことなんですが、どれぐらいが適正値なのかっていうと、一般男性
まあ、ヘッドスピードとかによってこれは変わっていいんですけど、だいたい15から17、8ぐらいの間に入ってれば適正値って言われてます。はい、あとはね、自分のドライバーのそもそものロフト角を知ってなきゃいけないんですけども、まあ、だいたいそれぐらいって覚えていただければいいかなと思います。はい、適正値よりもだいぶクラブのフェース面がこう上向いて当たってる状態、で球を捉えてしまってるので、まあ、球が吹け上がってこう右に抜けていくようなプッシュアウトのようなスイングになってしまってます。でしっかりアッパーには入ってるんだけど、やっぱスピン量っていうのが3500近くいってしまってるので、まあ、そんなに距離が出ていない状態かなっていうところですね。まずはロフトの修正の仕方なんですけど、これアドレスにも1個原因がある場合がありまして、ちょっと埋まってないんで T 高いんですが気にしないでくださいね。構えた時ボールの位置っていうのはドライバーの場合左足のかかとの内側の延長線にセットしていくんですが、この時にですね、たまにいらっしゃるのがこのグリップエンドの向き。グリップエンドが自分の体の真ん中向いてる人、この時点でロフトが寝すぎてる場合っていうのがあります。正しいこのグリップエンドの向きっていうのは自分の左の股関節の内側に刺してきますね。そうすることによってこのドライバーのちゃんとした9度でまず構えてあげられるように、こうじゃなくてこうですね。このグリップエンドのちょっとした差なんですけど、それだけでもロフトっていうのは全然変わってきます。なのでほぼほぼこのクラブっていうのはまっすぐになってるんじゃないかな、正面から見て。これハンドレイト、これスクエア。逆にこうハンドファーストに構えすぎても良くないですね。どのクラブも自分の左股関節のここを指してあげれるようにまずは気をつけてくださいね。っていうところだけアドレスはまずね。じゃあ次ちょっとスイングについて説明していくんですが、ロフトが構えた時よりも寝すぎてしまうっていうのは大体の方アッパーブローに打とうとしすぎてる。で意図的にアッパーにしようと思えば思うほどこのリリース手首の、キャスティングとか言ったりすると思うんですけど、この戻しが早すぎる。早すぎて打つ時にハンドレイトにこう当たってしまうとハンドレイトになってロフトが寝てくるんですね。でこれを手首だけで直そうとするのではなくて、手首がほどけてしまう原因っていうのがあると思うんですが、それがアッパーに打とうとしすぎると、大体の方って右足重心でこうやって打とうとしちゃうんですよね。重心は基本的にはゴルフスイングはインパクトの時は左に乗ってる状態を作りたいんですね。右に乗った重心を左に戻したところでちゃんとインパクトしてあげられるようにしてほしいんですね。でじゃあダウンブローになりそうっていうイメージが出てくる人いると思うんですけど、それをちょっと防ぐための意識するポイントなんですが、構えてバックスイングでボールを見る目線、この目線の持ってき方はボールの右側面ですね。アドレスからこう見ててもいいし、バックスイング上げてダウンで見ててもいいんですけど、目線の位置は常にボールの右側、右側面を除くなんですけど、右足はしっかりかかと上げてきてほしいです。かかとを上げる。そう、かかとをしっかりインパクトにかけてかかとが上がってくるように。右重心の方っていうのはかかとが上がらないですね。なのでしっかりインパクトにかけて、目線は右側面見てるんですけど、ちゃんと右足のかかとを上げてくることによって左に乗ろうって思うんじゃなくて、かかと上がると勝手に乗ってくるので、頭は残るし下半身はしっかりこう左に乗ってる状態なので、勝手にビハインドザボールになりやすい。あとこの時右足のかかとを上げる時のポイントなんですけど、ポイントっていうか注意しなきゃいけないこと、後方から見た時に分かりやすいと思うんだけど、バックスイング上げて、右足のかかとを上げなきゃと思って前に蹴ってしまうと前傾が起きますよね。
前傾が起きると上体が起き上がってくるので、手元が浮いて、またこれもプッシュアウト、ロフトは寝てないですけどプッシュアウトする原因になっちゃうので、右足の上げ方っていうのは前に蹴るんじゃなくて、どっちかというと左足の膝の方向、こっちですね、蹴る方向はね、に上げるように、膝が前に出ないように気をつけてください。そうすることによってロフトが寝すぎず、ロフト通りの適正値で球を捉えることができてきますので、今のこの意識ですね、ボールの見方はちゃんと右から覗かないと上体が突っ込んじゃうので、そこも注意するのと、右足をしっかり横に倒すような意識でかかとをしっかり上げてきてくれると、体重移動がしっかりできてきて、体重移動ができれば勝手にリリースもされなくなってくると思うので、手首だけこうキープしようとすると手首に力入ってヘッドが走らなくなっちゃうので、なるべく手の意識はなくていいかなと思うので、下半身の動きで自然なスイングができるようにちょっと意識してみてください。ロフトが適正値、アッパーだけどロフトが寝すぎてる時のデータとの比較のために、いつも通りのスイングでロフト角を安定させたような動きでいきます。はい、こういう感じで。ということで、じゃあビフォーとアフターの数値を、説明していくんですが、ロフトが寝てしまって、スピン量が増えてしまっている時のデータを説明します。これビフォーなんですが、ダイナミックロフトが 25.7、スピン量が3470、で距離がねキャリー190の200しか飛んでないという状態ですね。じゃあアフターいきましょうか。ロフト角17まで下がってきましたね。だいたいこれぐらいが適正値に入ってくるかなと思います。でプラススピン量が3500近かったのが2100まで減ってきてますので、そうすることによってボールスピードがビュンと上がってきます。ヘッドスピードもね、ロフトが寝るということはヘッドが右側で最速になっている状態なので、ヘッドスピードもちょっと上がってきます。でそうすることによってトータルが240近いところまで入ってきてますので、飛距離も伸びますね。で次ダウンブロー、さっき萌えが言ってくれた上から打ち込みすぎてる時のスイングね。じゃあこれちょっと萌えにやってみようかな。萌えもたまにこう上から打ち込む時があるので、これはいつも通りの、いつも通りで打っちゃって大丈夫です。うわ、オッケーよ。当たり悪いけど。当たり悪い。ハーフトップ。オッケー。でもこれでも、なんか低い球なのにスピン量だけ3000とかいってるんですよね。これでいいですよ。これで悪い例、がっつり悪い例が出てきた。もうちょっと当たった方が良かった。はい、現実なんでこれで今の萌えのさっきの違いとしていろいろ見るところが変わってくるんですけど、まずボールに対する入射角を表しているのがアタックアングル、これがマイナスの数値に入ってると、ボールに対してクラブが鋭角に入りすぎてしまってる、上から叩いてる状態ですよね。でそうするとロフト角がギュッて今 11.6 まで下がってるじゃないですか。下がってても、適正値よりも今ない状態、なのにスピン量が3000あるんですよ。っていうのは、入射角度が鋭角すぎるからスピン量がガッて増えてるだけなんですけど、でこの原因とちょっと練習法をお伝えしていくんですね。で、まずはアタックアングルを直したいんですけど、その隣にあるクラブパスっていうのも、これは何回か動画で言ってるスイング軌道ですよね。スイング軌道がマイナスに入ってるとアウトサイドイン、これとアタックアングルがちょっと関係してるので、ちょっと私動きながら説明しますね。まず修正するのは、クラブパスを修正したいんですけど、ドライバーで右スライスが出る人とかで直そうとしてこうなる方って割といるんですけど、これがなぜかと言いますと、ス
スライスが出るっていうことはフェースが右向いてる人が、右に球が飛んでいくんですけど、それを嫌がってドライバーでフェースをまっすぐにしようとか、ドライバーをフェース返さなきゃとか思う人っていうのは、やっぱ間違えた返し方だったり間違ったフェースの閉じ方をすると今みたいになっちゃうんですね。でトップの位置からインパクトにかけてフェースをまっすぐに戻そうって思うのは間違ったことではないんですけど、戻し方として右手のひらをボールに対してまっすぐに戻そうとしてしまうと、こういう状態、フェースはまっすぐに戻ってるんですけど鋭角に入ってくるんですね。だからまっすぐに手のひらをボールに向かってこう戻そうとしてしまうと、分かります？鋭角に入っちゃうんですよ。でなんで鋭角に入るかっていうと、右手のひらをまっすぐに戻そうとすると右肩がね前に出てきてしまうんですよ。そうすることによってバックスイングからボールに向かって返してくるとアウトサイドインの軌道になりやすくなって、アウトから入ってくるっていうことは、高い位置、体から離れた高い位置から入ってくるので自然にもうダウンブローになっちゃうんですよ。なんでこの手のひらの意識っていうのはとっても大事だなって思うんですけども、フェースを閉じる方向っていうのはボールに対してこうやって閉じるのは NG なので、どこに返していくかと言いますと、バックスイングトップの位置から分かりやすくやると、カメラの方向に対して右手のひらを向けてくるようなイメージにしてあげると、実際にクラブを持ってやると、ここから萌えのいるカメラ方向に手のひらを向けると右肩は前に出てこずに、でもここからそのままインパクト入ってくるとフェースの向きっていうのはまっすぐに入ってくるんですね。ということはスイング軌道は整った状態でフェースは閉じてるので、ダウンブローに入らずしっかり自分の正しいプレーンから入ってくると自然なアッパーに入ってくるので、フェースも閉じたちゃんとしたアッパーが打ててくるので、ポイントとしては自分の手のひら分かんなかったらクラブいらないので、トップの位置から自分の後方ですね、後方に対して手のひらを向けるようなイメージで振ってくると右肩が前に出ないのが分かるはずなんですよ。これがボールに対してこうやって入ってくると、大げさにやると今こういうことですよね。これが体回してても手のひらがカメラ方向に入ってくると右肩が出ないようなスイングで、軌道が整って自然なアッパーに入ってくるようなイメージになってくるかなと思うので、ちょっと実際にもうやってみてもらおうかな。そこからいいよ。そういうこと。けど肘は伸ばしちゃダメなんだもんね。これ体ここからそういうこと。今の向きです。この向きです。じゃあ悪いの一回やってみて。ここからこういうことだよね。手のひらがボールに向かって入ってくるような右肩が出るような動きはダウンブローに入りやすくなっちゃうので、ここから今のこのフェースの閉じ方にしてあげれるといいかなと思います。そしたら右肩が出ないので、しっかりインサイドから入ってくるし、その結果アタックアングルがプラスに変わってくると思うので、一回素振りしてみましょうか。からそうです。いいね、綺麗ですね。いいね。触れてない。なんかね、合わせ打ちみたいな球に当てようとしすぎちゃってますね。でも、ワンタッチ入ってるけど今全然触れてはないんだけど、ロフト角自体は今適正値だし、クラブパスもプラスに入った分アタックアングルが今プラスの数値に変わってきてスピン量が減ってきてる。練習の内容としては合ってるかなと思います。あとはね、慣れもあるだろうけど良くなってますよ。ちょっとまだ右ですが、いやー、手首の向きしっかり気をつけてくださいね。OK、今ぐらいのこのトップの位置ですね。まだ打ち込んでる。
萌えに何球か打ってもらったんですが、いい時もあればまだ身についてないので悪いデータっていうのもあると思うんですけど、それは萌えだけじゃなくて皆さんも練習重ねていければできるようになってくると思いますので、練習をやること、はい頑張ります。で私が実際にビフォーアフターでデータを比べていきたいんですが、萌えの悪かった時が突っ込んだ時のダウンブローに打ってる時の数値と比べたいので、私が萌えのヘッドスピードに合わせたスイングでどれぐらい距離が変わるのか、ヘッドスピードが変わらなくてもスピン量が違うだけでどれぐらい違うのかっていうのを皆さんにお見せしたいので、ちょっとそれを打っていこうかなと思います。お願いします。はい、似てる？萌えがダウンブローで打ってくれた時ですね。はい、この時ロフトが 11.6、 これはちょっと立ちすぎてる状態かなと思うんですが、その原因としてアタックアングルですね。アタックアングルがマイナスの数値に入ってしまうと、アウトサイドインが強い状態でスピン量が3370、ちょっとやっぱ多いですよね。効率よくは飛んでない。はい、で、萌えと同じぐらいのヘッドスピードで私が打った時のスイングなんですが、ロフトが 20.1、 ヘッドスピードが落ちてる分ロフトもちょっと寝やすくはなってくるかなと思います。でアタックアングルマイナスの数値からプラスの数値に変わってますね。プラスの数値っていうことはちゃんとアッパーに球を打ててる状態になってるので、自然にインサイドから入りやすくなってきます。でスピン量が2100まで落ちてると、同じヘッドスピード、私の方が 0.4 ぐらいヘッドスピードちょっと出てるんですが、それでも距離がめっちゃ違う。全然違うね。ってことは私これでもちゃんと飛ばせれば200球飛ばせるってことですね。いけますね。やば。なんで、それぐらいスピン量が増えると効率悪くなってしまうよっていうことなんで、スピン量減れば減るほどいいっていうわけじゃないので、適正値はだいたい2000から3000ぐらい。2000から3000。で3000出てて、ちょっと飛ばないなっていう方はちょっと減らしてみてもいいかなと思うんですけど、3000以上いってる人は今のドリルとか今の意識で振ってみて距離多分出てくると思いますので、効率よく飛ばせるように皆さん練習していきましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。E スイングにはスイング分析に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また E スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE を追加していただき、正面と後方からスイング動画と今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってください。私が1分間のレッスン動画をお送りいたします。ぜひ LINE 登録とスイング動画お待ちしております。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、LINE 登録お待ちしております。次の動画までまたねー。